はい、セリカさんです。今回はダイソーで販売されている壁にも付けられるディスプレイケースを紹介します。この商品はデッドスペースを活用できるので、ガンプラを飾る場所を増やすことができます。この動画では棚やワイヤーラックの段差に設置する方法も解説するので、いつでも確認できるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは始めていきましょう。まずは大きさを確認しておきます。ケースサイズは画面に表示しておきますが、イメージしやすいように身近なもので大体のサイズを確認します。縦の長さはこの調味料の箱と同じぐらいの高さです。横置きだと HG ガンプラくらいしか入らないです。家の中をいろいろ探したのですが、いい感じの大きさのものがこれしかなかったです。ちなみにこれから出てくるものも料理に使う商品です。横の長さはカレーの箱より1センチくらい短いです。ガンプラによりますが HG ガンプラなら2体並べるのが限界です。武器とかも考えたら HG サイズでもあまり大きなガンプラを並べるのは難しいと思います。奥行きはチューブ型調味料の箱が2個分ぐらいの大きさです。奥行きもそこまで広くないので派手なポージングをさせて飾ることはできないです。バックパックが大きいガンプラも無理なのでほぼシンプルなデザインのガンプラ専用ケースになります。実際に HG ガンダムを飾ってみます。横向きにすればあと2体ぐらい入りそうですが、そんな飾り方をしないと思うので今回はやらないです。でもこのケースは220円なので1体あたり110円でケース内で飾れると思えば安いです。デッドスペースまで活用できる点を考えたら十分な値段です。ケースを縦置きにして頑張れば MG のガンプラも入れることができます。バスターガンダムみたいなシンプルな形状ならギリギリ入れることができました。さすがにポージングは無理なので仁王立ちくらいしかできないです。一応参考までに試しておきました。次に内側の仕切り板を取り付けて確認します。この仕切り板は最初から付属しているのでそれを内側に置くだけです。缶コーヒーも入らないくらいの高さなのでガンプラを飾る余裕はないです。私はガンダム関連の商品でガンプラ以外は持っていないので分かりませんが、カプセルトイとかの商品なら入るかもしれないです。ここからは少し改造していきます。以前の動画でダイソーの透明コレクションケースを背面ミラーとスチールタイルでガンプラをマグネットで固定できるようにしたので、同じことが今回のケースにもできるか試します。このケースの動画はコメント欄に URL を書いておくのでそちらから視聴してください。まずは改造に必要なものを外しておきます。マスキングテープで貼ってあるだけなので簡単に剥がせます。近所のセリアに背面ミラーの在庫がなかったのでこれらを再利用することにしました。必要なものを剥がしたら背面ミラー、スチールタイルの順番で固定していきます。ケースの外側に貼る理由はマグネットで固定した時に背面ミラーに傷がつかないようにするためです。でもここで先に説明しても分かりにくいと思うので実際にガンプラをマグネットで固定してみます。ガンプラの固定には自作のマグネットで固定する軸を使います。この軸を奥側に近づけるとスチールタイルのおかげで固定することができます。内側に背面ミラーを貼るとミラー部分に直接マグネットが取り付くので傷がつく可能性があります。それを防ぐためにあえて外側に背面ミラーを貼っています。2体並べてみましたがやっぱり余裕がないのでそこまでポージングはできないです。1体くらいならなんとかなると思いますが壁掛けにこだわりがなければ別のケースを選んだ方がいいです。さっきの透明コレクションケースは値段が高くなりますがその分大きいので便利なケースです。この商品は壁に取り付けができるので実際に試します。まずは本来の使い方だと思われる方法ですが壁や棚の側面なのにネジで取り付けてそこにケースを引っ掛けます。今回は棚の側面に木ネジを使ってケースを引っ掛けました。最後までネジを入れてしまうとケースを固定できなくなるのである程度の深さになったら作業をやめます。映像ではケースを縦に引っ掛けていますが横でも大丈夫です。私が間違って作業しただけです。ネジとかで穴を開けてもいいならこのやり方が一番楽です。次にカモイフックを使ったケースの設置方法を紹介します。この商品はセリアで販売されていました。ネジを回して締め付けて固定するので今後はこの商品を万力と呼びます。これを見ればやることは想像つくと思いますが実際に試して問題がないか確認します。先にケースを固定できそうか確認しておきます。もしネジが穴を通らなかったら一旦ネジを取ってからケースの内側から再度固定しないといけないので若干面倒になります。固定するためには2個必要ですがこの商品自体は1個入りなので注意してください。問題なく固定できそうなので実際に棚に設置してみます。
プラモを飾っている棚の側面に設置してみます。棚に限らずこういう出っ張りがあるところなら同じようにできるので自宅で探してください。映像ではケースを持ち上げながら設置していますが、別にこんなやり方をしなくてもいいです。自分のやりやすい方法で作業してください。気をつける点はしっかり万力を締めてガタつかないように確認してください。設置ができたら実際にガンプラを置いてみます。マグネットの軸と普通に置く方法でガンプラを設置します。背面ミラーを使った時には一緒にスチールタイルも使いましたが、別にマグネット同士を挟んでも設置はできます。スチールタイルがあると便利なだけで必須ではないです。その隣には HG ガンダムを普通に置きます。特に何も細工はしないで置くだけです。このようにケースが落ちることもなくガンプラを飾ることができました。これをするために合計で440円払う必要がありますが、デッドスペースを活用できるので便利です。もしケースがいらないならこんな飾り方もできます。今回の動画の趣旨とは少し違いますが、これもデッドスペースを活用できるので、これからやり方を解説します。まずはダイソーのアルミワイヤーを用意します。近所のダイソーだと太さ 2mm の商品しか売ってなかったのでこれを使います。余談ですが、近所のダイソーに 3mm のアルミワイヤーが全然置いてないのですごく困っています。これをある程度の長さで切り取ります。長さは何でもいいですが、今回は8センチぐらいにしときました。後から調整できるので長めに切っておくと融通が効きます。ワイヤーの先端を曲げて万力のネジに引っ掛けます。ちゃんとネジにかかっていることを確認したらネジを締めて固定します。強く締めると外す時に大変かもしれないので、ワイヤーが動かなければ大丈夫です。ワイヤーが動かないことが確認できたら反対側を U 字に曲げます。手で簡単に曲がるので道具は必要ないですが、綺麗に曲げたいならペンチとかあると便利です。ワイヤーの先端にガンプラを固定するので、自分の飾りたい高さになるように調整してください。ガンプラの固定用の穴にワイヤーを入れますが、ワイヤーの太さ 2mm だと細くて安定しないです。なので太さ 1mm のワイヤーも一緒に入れます。太さ 1mm のワイヤーもダイソーやセリアで売っているので一緒に買ってください。これは切るだけなので映像は省略しました。もし太さ 3mm のワイヤーがあるなら必要ないです。ここまで来たら棚のデッドスペースに固定します。ケースがないのでホコリとかつくと思いますが、ケースがない分安上がりです。作り方も単純なので慣れたら5分もあればできます。ちょっとしたデッドスペースがある場合などにやってください。さっきのワイヤーを使ってケースを固定できるようにします。ワイヤーを必要な長さに切るので、ケースを使って長さを確認しておきます。ワイヤーの長さはケースの高さ2個分とプラス15センチぐらいです。今の時点だと何を言っているのかわからないと思うので、一通り動画を見てからもう一度確認してください。ワイヤーを切ったら先端同士が揃うように半分に曲げます。強度を上げるために曲げて二重にしているので、もっと太いワイヤーでやるなら必要ないかもしれません。きっちり揃うようにする必要はないですが、ある程度は揃えておいた方が後々の作業がやりやすいです。ワイヤーが曲がっている箇所はなるべく小さくなるようにします。映像では手でやっていますが少し痛かったので、ペンチとかでやった方が手が痛くならないです。このワイヤーは2本必要なので、同じ手順でもう1本作ってください。作ったワイヤーをケースの穴に通します。ワイヤーの先端は鋭利なので怪我やケースを傷つけないように注意してください。血が出なくてもいつの間にか皮膚の表面を切っている時があるので、気になるならテープとかで先端を保護しておくといいです。ケースに通したらワイヤーをケースに引っかかるように曲げます。ケースが邪魔で曲げにくいですが、頑張って手で曲げてください。映像ではこのようにしていますが、先にワイヤーをこの形にしてからケースに通してもいいです。ケースとワイヤーがちゃんと固定しているか確認します。特に下の穴に引っかかっているワイヤーの曲げる量が少ないとケースの穴から抜けるかもしれないので、しっかり確認してください。ここまで確認ができたら棚に固定します。このやり方の場合はワイヤーラックに設置しますが、ワイヤーラックじゃなくても似たような棚なら同じようにできます。ワイヤーラックに設置する場合は映像のように巻きつけるようにした方が落下防止になります。この長さを確保するためにプラス15センチほど長くワイヤーを切りました。ケースを固定できたら地面と水平になるようにケースを少し持ち上げます。地面と水平にしないとガンプラを置いた時に倒れるので、このように設置した意味がなくなります。ケースの設置が終わったらガンプラを置いてみます。マグネット軸だとちゃんと水平になっているのかわからないので、ガンプラをケース内に直置きしました。もうちょっと奥行きがあればポージングさせておけると思いますが、その点だけが残念です。
このようにガンプラを置いてもケースはしっかり固定されています。多分ここまで来るとこんな面倒なワイヤーを作らなくても S 字フックで引っ掛けたらいいのではという疑問が出てくると思います。なのでおまけとして実際に試してみましょう。最後に S 字フックだとどうなるのか試します。ワイヤーだと曲げれば S 字フックを簡単に作れますが、実際にはうまくいきませんでした。実際に試してみるとケースが水平に固定されないのでガンプラを置くことができなかったです。なので水平に保つためにさっきのようなワイヤーを作ってケースを設置しました。それではこれで動画を終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。